はいどうも皆さんこんにちは。今回は台湾平定についてお話ししていきます。明治時代後半に起きた日清戦争で日本は清に勝利しました。その後下関で講和会議が開かれて下関条約が結ばれるのですが、この条約の中で日本は清から台湾を譲り受けています。こうして台湾は日本のものとなるのですが、そう簡単にはいきません。台湾に住んでいた人々が日本の土地に抵抗していくからです。ということで今回の動画では日本がどのように台湾を平定したのかというお話をしていきます。近代国家に生まれ変わった日本は初めて戦った日清戦争で清に圧勝していきました。あとは清の首都である北京を占領するだけという状況になりましたが、敗北を悟った清は日本に対して講和を申し入れます。これを受けて日本は今後の方針の変更を行いました。この時日本が考えた作戦は北守南進です。つまり北を守って南に進むという方針でした。これ以降日本は南に進む、そのためには南に拠点が必要だ、台湾をその拠点にしよう、そう考えたのです。ということで日本は清に台湾を譲らせようと考えます。こうして日本は北京の占領よりも台湾の占領を優先するように作戦を変更。下関で行われている日清講和会議と並行して日本は台湾の周辺で戦闘を続けていくのです。こうして日本は下関条約で遼東半島、台湾、澎湖諸島を手に入れることに成功します。遼東半島と台湾は聞いたことがあると思いますが、澎湖諸島については知らないという人もいると思います。澎湖諸島というのは台湾の西側にある島々のことです。日本軍が澎湖諸島を占領した後に下関条約が結ばれており、講和会議の結果台湾も日本へ割譲されることが決まったのでした。こうして台湾と澎湖諸島で日本による植民地支配が始まります。さてこうなると日本政府は台湾の土地や民衆を支配するための役所を置かなければなりません。こうして日本は台湾統治のため台湾総督府という機関を台湾に設置しました。そしてその責任者である初代台湾総督には薩摩出身の樺山資則が任命されます。樺山資則は約20年前に行われた台湾出兵の際に現地を調査した経験があったので台湾と関係の深い人物でした。そういったこともあって初代台湾総督に抜擢されたのでしょう。こうして樺山資則が台湾へ向けて出発、領土の接収に向けて動き始めます。しかし簡単に平定できるだろうと思っている日本とは裏腹に統治は難航していきます。台湾の人々が日本の領土となるのを拒否したのです。清は我々を切り捨てた、清から独立しよう、敵に仕えるくらいなら死のう、そのような考えが台湾の人々の中に広まっていきました。こうして台湾の有力者が台湾民主国の建国を宣言、武力によって日本に抵抗していきます。こうなると日本も戦わなければいけません。台湾の北部に到達した樺山資則は台湾の近くに船を寄せ、その船の上で清の外交官と会いました。こうして船の上で台湾を受け取る手続きを済ませた後、日本の軍勢は台湾北部で戦闘を繰り広げます。しかし抵抗していた台湾側の軍勢の多くは戦意が低く、日本軍が攻撃すると大陸へと逃げていきました。さらに台湾民主国の首脳陣も逃亡。日本軍は難なく台湾北部を占領して台湾総督府が台湾の政治を始める式典が行われます。その後日本軍は台湾南部へと進行を進めていきます。抵抗していた軍隊が大陸に逃げたから簡単に占領できるだろうと考えていたでしょうけれど、そう簡単にはいきませんでした。なんと台湾の地元民たちが抵抗し、日本が思っていたよりも彼らは数倍強かったのです。南に進もうとすれば進もうとするほど民衆による抵抗が強まっていき、進むことができなくなってしまいます。そのため樺山資則は作戦を変更。今までの作戦は新しい軍勢が台湾南部に上陸して占領するというものでしたが、予想以上に北部の抵抗が強かったため新しい軍勢を北部に呼び、北部の治安を確立した後に南に進むという作戦となりました。それでも日本軍は抵抗するものとそうでないものの区別ができず、台湾の民衆が日本軍を騙し討ちにするということもしていたので、予防的な殺戮や村の焼き討ちを行い、それが住民の恐怖と報復のための抵抗を引き起こすという負の連鎖に陥っていました。
このような調子だったので、初期の台湾総督府は政治よりも軍事が優先となっています。日本人を苦しめたのは、先ほどお話しした住民の激しい抵抗はもちろんですが、台湾の風土病のマラリアや不衛生な水と食品が原因の赤痢、栄養不足から来る活気といったもので、なんと日清戦争の死者の半分以上は台湾でのものとなるほどたくさんの人が死んでいます。その後、日本軍は中部までの占領を完了し、残りは台湾南部の占領という段階にまで進みます。日本軍は陸から攻めるとともに、海から裏に回り込んで挟み撃ちにするという作戦を実行しましたが、台湾の民衆は激しく抵抗しましたので、ここでも日本軍は殺戮や村の焼き討ちを行っています。結局、台湾民主国の将軍が船に乗って大陸に逃亡。こうして台湾民主国は滅亡しました。台湾の独立運動を武力で抑えることに成功し、樺山資則は大本営に台湾平定を報告。ようやく日本は台湾の平定を終了し、統治を始めていきました。しかし、これで台湾島民の抵抗が終わったわけではありません。この後も日本に抵抗する人がいたので、台湾での戦闘はこれ以降も続いています。樺山資則、桂太郎、乃木希助と続く3代の軍人総督は、地元民との戦闘に力を消耗して、植民地政策らしい政策にはほとんど手がつけられていませんでした。結局、台湾統治がスムーズに動き始めるのは第4代台湾総督児玉源太郎の就任以後のことでした。その児玉源太郎が民政長官に抜擢したのが後藤新平です。これまで台湾では軍や警察が無差別殺戮を行って反乱を鎮圧しようとしていましたが、後藤新平は一味違いました。彼は旧官尊重の方針を取ったのです。つまり、台湾社会にあった旧来の慣習に理解を示し、それを尊重する政策を行ったのでした。ということで、児玉源太郎はこれまでの抵抗は不問にする。しかし、それでも抵抗を続ける者には過酷な弾圧を加えていくと宣言。これによって日本に反抗する戦いはひとまず沈静化し、台湾の植民地支配は軌道に乗りました。こうして治安の回復が行われていくと、それと並行して鉄道、港湾、水道の整備といった産業政策や、砂糖と米を中心とする殖産政策が進められていきます。特にアメリカ帰りの農学者である新渡戸稲造は、品種改良や作り方の改善などを強力に推し進めており、台湾農業の生産力を急速に高めることに成功しています。こうして農業は台湾、工業は日本という分業が進み、台湾で生産された農作物を日本で消費し、日本で生産された製品を台湾で使用するという経済構造が出来上がったのです。日本の植民地支配により台湾の流通も一変しています。台湾鉄道です。これまでの台湾は南部で食糧過剰、北部で食糧不足という状態だったのですが、陸路が整備されていなかったため、南部からは対岸の福建省に余った食料が運ばれて、北部は福州から食料を購入するという非常に効率の悪い流通をしていました。そこで台湾総督府は台湾の商業や経済を統一するために南北縦貫鉄道を敷設します。この台湾鉄道の完成によって台湾の経済は一変しました。国内で運搬を行うことがしやすくなり、外国貿易も清ではなくアメリカが主流となっていったのです。その他にも日本でいうところの地租改正事業にあたる土地調査事業も実施しています。この土地は誰のものということを決めることで、近代的な土地所有権を確定し、植民地経営の事業を本格的に推進したのです。さて、いかがだったでしょうか。このように日本は様々な方法で台湾に対する植民地支配を行っていきました。その後も台湾は日本の南方進出の拠点として重要な役割を持っており、後の歴史に大きな影響を与えていきます。この台湾平定によって日清戦争は終了。日本国内も大きく動いていきます。ということで、次の動画では日清戦争後の日本についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。